始まりました。都市と写真。今日は大阪淀屋橋に新しくできたビル、淀屋橋ステーション1に来ています。はい、今僕が乗っているエスカレーター、めっちゃ綺麗ですよね。こういう空間に身を置いているだけで心が癒されます。今日はこの淀屋橋ステーション1で撮った写真を紹介したいと思います。僕がまずいいなと思ったのは1階から2階へのエスカレーター。これは最初に映ったエスカレーターとは別の場所にあります。この暗めの雰囲気ある空間に上から光が降り注ぐ感じがたまりません。エスカレーターの斜めのラインと上から入る柔らかい光のグラデーション。都市空間の美しさが出た写真です。フレーミングにはかなり気を使いました。一つは右サイドに見えるこの外の光。これが入るとそこに視線が持っていかれるので、これを画角に入れないように注意しました。もう一つはエスカレーターの下部に立っている案内板みたいなもの。これもできれば入れたくないです。と簡単に説明してますけど、多分初心者には難しいかなと思います。何を入れて何を入れないかという選択、写真をきれいに見せるために大切な部分です。今見えている静止画、ここでエスカレーターを撮りたいって思ったとします。これは僕のチャンネルを見てくれている人なら撮りたくなる人が多いでしょう。問題はそこからなんです。皆さんも写真を撮る気持ちになってみて考えてください。どう撮りますか？エスカレーターとシルエットを撮りたい。でも今この画角にはエスカレーターじゃないものも入ってるんです。さっき言った外からの光とか案内板とか。これはそう指摘されると当然で、何をそんなに口うるさく言うんだと思われるかもしれません。でも現場でこの光景を目の前にすると、もう目の前にエスカレーターがある、エスカレーターしかないと見えちゃうんですよね。そう、頭の中で勝手に判断してしまうんです。人間の脳ってそういうもんですから。目の前の情報をすぐに簡略化して整理できる。それが脳のすごいところなんですけど、それが逆に写真にはマイナスで、カメラは当然そのままを写すので、さっき言ったようにエスカレーターじゃないものも映り込んでしまうというわけです。なので脳が勝手に判断していないかをチェックする作業が必要です。写真撮り慣れている人は多分みんな無意識にこの作業をやっています。この写真もそうやって余計なものを省いていって撮った一枚です。さて話が長くなったので次に進みましょう。このエスカレーターを登ると2階3階へと上へ上がれます。2階はまだ入れなかったので3階に来ました。3階はラウンジスペースになっていました。窓から下を見下ろすとこんな感じ。ここも撮りたくなる場所ですね。はい、人をちょうど真ん中に配置して撮りました。右側に光がありますけど、この光が入ると統一感がなくなるので、ここは切ります。これも後からトリミングです。右を切ったらバランスを取るために左も切ります。あと下も少し切りました。はい、これで OK。全体的に統一感が出ました。弱い光のグラデーションが綺麗ですね。今回の写真のようにストリートフォトでは現場での構図やフレーミングが少し甘くなることはよくあります。でも後からトリミングで対応すれば何の問題もありません。一発で決めることにこだわりすぎると、後での見直しがおろそかになって結果的に構図が甘くなることがあります。
かといって現場で適当でいいというわけではないです。現場でも考えて、後からも考える。でも現場で考えすぎてシャッターチャンスを逃すなんてことにはならないようにする。そのバランスが大切です。最後にもう一度エスカレーターに戻ってきました。ここでふと右の暗いガラスに目をやると、そこにエスカレーターが反射して映ってます。これを撮ったらどうだろう。そう考えて撮った写真がこれです。これは横向きで撮りました。さっき気になると言っていた案内板もここまで暗いとそこまで気にならないかなと思います。結果ダークなトーンが入る写真となりました。ということでこの日は3枚。枚数は少ないですが、とても落ち着く場所で癒されました。淀屋橋ステーション1は地下鉄淀屋橋駅から直結の高層ビルです。秋には30階に展望スペースができるそうなので、またその時に行ってみたいです。今日の動画で伝えたかったのは、まず淀屋橋いいぞっていうこと、そしてもう一つは写真の Tips。人間の脳は目の前の景色を勝手に簡略化しているということ。写真を撮るときにはその勝手に簡略化している部分をもう一回ちゃんとチェックしようっていうことでした。それではまた。